こんにちは、サックスプレイヤーの熊谷俊です。この僕のこの YouTube チャンネルで新たに始まる、ヴィンテージサックスコレクションズという、このバップウィンドが保有する70本以上のヴィンテージサックスを毎週1本ずつ、これから紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録とかしてみてもらえたら嬉しいです。さあ、ということで、今週のヴィンテージサックス紹介していきましょう。さあ今回、紹介するヴィンテージサックスはこちら、このアメリカンセルマーのマーク6という楽器です。これはですね、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、まさにヴィンテージサックスの王様と呼ばれる、もう本当ね、ジャズ奏者なら誰しもが憧れる楽器ですよね。そんなマーク6を今日は僕の主観的なところも含めてですね、掘り下げていきたいなと思います。3つのトピックに分けて今日は紹介していきたいなと思います。まずは1つ、どんなサウンドでも作りやすい無双サウンド。そしてもう1つ、ジャズ最盛期に作られた歴史。そして最後にはこの今の楽器との違いですね。この辺りを掘り下げていきたいなと思います。では行ってみましょう。まず最初のトピックであるこのどんなサウンドでも作りやすい無双サウンド。まさにですね、このヴィンテージサックスの王様と呼ばれるマーク6ですけど、ぜひまず最初に音でも聞いてみましょう。もちろんヴィンテージならではのこの渋みっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱこのマーク6の良さっていうのはやっぱこの渋いダークなだけじゃなくて芯のあるサウンドっていうのがまさにマーク6の特徴でもあるかなと思いますね。で、特にこの音色的なところもなんですけど、やっぱこの彫刻とかもね、やっぱねこだわりがあっていいんですよ。でね、マーク6って実はフラセルっていうのとアメセルっていう2つあるんですけど、そういった中でもね、この彫刻がね、やっぱねアメセルはねかっこいいなっていうのがすごくいいんですよね。で、まさにこの無双サウンドって書いたところですけど、このマウスピース、皆さん多分いろんなのを使ってると思うんですけど、このマウスピースでいろんな音が作れるっていうのがもうアメセルのいいところかなと思います。特にメタルとか使えばファンクにもすごい渋いいいサウンドにもなるし、こういうラバー系のマウスピースで少しダークなバラードなんか吹いた日にはしびれるようなサウンドになりますね。そういったマーク6の音色、本当にまさにこうマウスピースを変える、またはそういったセッティングを変えるだけで、本当に無双サウンドというか、そんなのが作れる楽器ですね。さあ次のトピック、ジャズの最盛期に作られた歴史。ということで、このマーク6自体は実際1954年から1973年あたりまで製造されていたって言われています。この頃の時代ってでもちょうどジャズの最盛期というか、このビバップモードジャズにこう変遷していく中ですよね。まさにそういった中で、本当にアメセルっていうのはこうジャズ向けのサックスをこう作っていたっていうところがやっぱあります。なんでやっぱりこのサウンド的なのも今のこうセルマーってありますし、フラセルもありますけども、なんかこうサウンド的なところがやっぱりこう少しこうジャズっぽいところになるっていうのがまさにいいところですよね。そういったところからジャズマンに合うサウンドに作られていたなと思います。それにやっぱりこのシリアルナンバーっていうのが実は楽器には一つ一つあります。特にこのシリアルナンバーがマーク6は違うと全然音が変わってきます。特にこの14万番台とか12万番台とか、この辺りのはまさにこのマーク6が一番脂が乗っていたなんて言われる時代でもありますね。まさに今回のこう演奏している楽器はこの14万番台というですね、まさにこの黄金期のマーク6、まさにこの最高のサウンドがこれから得られるいい楽器になってます。さあ最後のトピックである今の楽器との違い、ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、実はなんかねマーク6ってこうもう見てみるとね、あんまりね違いってそんなにこう見た目ではわからないんですけど、この持った感じがねやっぱりちょっと今の楽器よりもコンパクトというか小さい気がしますね。またですね、特にこのレバー、ここのレバーの3個あるところなんですけど、こういったところがやっぱり今ってこうちょっとこう曲がってたりしてこう使いやすくなってたりするんですけど、やっぱりまだこういったところはまだまっすぐになっていたりしますね。なんでこうちょっと最初こう演奏するにあたってはもしかしたらこうちょっとこう指の感覚っていうのは少し違うかもしれないです。特にそしてヴィンテージあるあるですけども、やっぱ昔の楽器はハイ F シャープキーがないのが結構多いです。
特にこの14万番台のサックスはこれ今ハイ F シャープないんですけど、もちろんあるのも出て製造されてました。ハイ F シャープがないということで、特にこのサイドキーで演奏をしている方にはなかなか最初は難しいかななんていうところが今の楽器との違いですかね。まさにこのヴィンテージのサックスの王様ですね、このマーク6。本当になかなか今高くなってしまって手に入れるのも難しいですけど、やっぱりサウンドもそれだけ一流のサウンドを得ることができますね。さあということで、最後にこのマーク6を使ってこのジャズのスタンダード1曲お届けしたいなと思います。いそしに、ぜひ聴いてください。どうぞ。いかがでしたか？このマーク6の無双サウンド、いろんなセッティングでまたいろんなねまた形もサウンドも変わってくるので、ぜひそういったところももっと皆さんに聞いてもらえたらなと思います。この動画が良ければぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また概要欄には今回のこのマーク6の写真や詳細が綴られたページがあります。ぜひそちらもご覧ください。実はこのサックスもレンタルすることが可能です。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤー熊谷俊でした。